皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。今回のメニューはダンスには欠かせないアップとダウンの動きを解説していきます。これからダンスを始めたいという方、初心者、入門者の方ももちろんなんですが、ダンス経験が豊富だよとか、自分の中で自信があるよっていう人も見直しても絶対に大事になってくるベーシックだと思いますので、これから一緒に確認をしていきましょう。この動画は解説を中心に行っていきます。動画の後半の方では Tips コーナーとして体の筋肉の使い方だったりとか、どういう風な効果が期待できるよとかっていうこともシェアしていけたらいいなというふうに思ってます。この動画は解説を中心に行っていきますが、メニューだけを切り抜いた動画も別に用意してアップロードしておきますので、そちらの方は説明欄に URL を貼っておきます。ぜひ自信がつくまでたくさんループして練習をすることをお勧めします。では早速メニューの通しを見ていきましょう。それではいきます。5、6、7、Let's go!はい、それでは今回のメニューを解説していきたいと思います。まずは一つ一つのポージングを確認していきたいと思います。ポージングは今回主に7つあるかなというふうに思いますので、7つのポージング確認していきます。まずは一番最初、立っている状態、スタンスがノーマルの状態ですね。この状態を最初のメニューで使っているんですけれども、今回は足を閉じてもちょっとやりづらいかなと思いますし、広すぎてもやりづらいかなと思うので、自分の肩幅ぐらいに立つようにしてみてください。で、体重は少しつま先体重をお勧めします。スタイルによってはかかととかっていう応用も出てくるんですけど、まず初心者の時はつま先体重になるようにしてみてください。これが1つ目ですね。で、次、2つ目です。2つ目はこの状態でバランスを取った状態で膝を曲げるという状態です。曲げるという状態です。で、次ですね。次が伸ばすという状態です。曲げて伸ばして曲げて伸ばして、膝のダウンと膝のアップ、足を使ってダウンアップ、これが2つ目3つ目のポーズになります。そして次は4つ目5つ目になるんですけど、今度は胸が追加されるようになります。胸のアップの説明からいくと、胸が顎の下に2つ丸ポッチの骨があるんですけど、ここに鎖骨という骨があります。これを顎に近づける、顎に近づけるっていう動きになります。この時の使い方はまた後ほど解説しますけれども、横から見るとお腹をへこませた状態で鎖骨を顎に近づける、ここですね。これがダメな人になると、こういうふうに背中を反ってしまうと怪我をしやすくなってしまうので、できるだけ自分の芯がまっすぐの状態のまんまで胸を上げるように意識してみてください。これがアップのポーズです。で、次ですね。今度はダウンのポーズになります。ダウンのポーズは自分のみぞおちありますね。みぞおちをぐーっと自分の手で、指で押し込むようにしてあげると痛いので背中が丸まっていきます。そのまんま膝を先曲げたポーズになります。そこからさらに腰を後傾させる、後ろ側に傾けていくっていう動きをすると、体が S の形になります。これを横から見ると、まずはみぞおちを丸めます。膝を曲げます。腰を後傾させます。そうすると体が S の形になります。この S の形結構難しくて最初取りづらいよっていう人がいるんですけど、その場合は自分の目線でお腹
見ちゃってください。そうすると S の字が取りやすくなります。この形をキープした状態で自分の目線とか顎の位置とかを調整していくと、このダウンの形が決まりやすくなります。これが6つ目。最後、足を上げるという動きになります。もちろん左足もそうですし、右足もそうです。これ一つで説明していきます。今回の足の上げ方は、ここの骨盤の下に足とつなぐ筋肉で腸腰筋っていう、筋肉があるんですけども、それを使って前側に膝を上げていくっていう動きになります。理想は骨盤と膝が同じぐらいなるぐらい高く上げることができればベストなんですけども、曲の速さによってはそれが少し下がっちゃっても構いません。前側に膝を上げるという意識です。足の先っちょはフレックスって言って、つま先を少し反るような動きにしてあげると体がブレづらくなるので、こういう上げ方をするようにしてみてください。7つポーズ確認していきましょう。まずは立つということですね。膝のダウン、そして膝のアップ、胸のアップ、そして胸のダウン、そして膝が上がった状態。この状態でアップと置いた状態でダウンと、この辺のポーズを使ってやっていきます。では続いて今回のメニューの順番を説明していきたいと思います。主に6パートあるのでそれを確認していきましょう。まずはノーマルスタンス、立っている状態ですね。肩幅で立っている状態でのアップダウンです。5、6、7、8、8のところで準備のダウンを入れてください。この時胸は特に意識する必要がありません。まずは膝でアップダウンを取れるようにしていきましょう。アップを2へと取っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。次に2パート目になります。2パート目は膝を使って足を使ってのダウンになります。ここから8で止まった状態から3、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。では次です。7、8で下の状態で止まって3パート目に行きます。次が胸を使ったアップになります。膝と胸を同時に、膝を伸ばしたと同時に胸が上がっていく。膝を伸ばすと同時に胸が上がっていく。これを2へと繰り返していきます。2パート目の終わり、8。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。8で止まってください。次4パート目です。今度は足と胸を使ったダウンになります。膝を曲げると同時に1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。そうです。で、次が5パート目に行くんですけれども、4パート目のダウンの最後のところで右足でも左足でも構わないので、自分が上げやすい方の足を上げてください。ここからゆっくりと1、足を踏んだ時にアップします。そしたら足を入れ替えて2、3、4、5、6、7、8。これを2へと1、2、3、4、5、6、7、8。ここで止まったら倍のスピードで残り2へとやっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。これで5パート目は終了です。最後の6パート目になります。この5パート目の終わりの最後踏みます。これが8になるんですけど、この時に次の動きに移るために踏んだ足に全部乗せちゃってください。次この足を前のポジションまで上げます。足を上げたところが8になります。8から胸はアップになってますので、踏んだと同時にダウンを入れてきます。これゆっくりです。1、2、3、4、
5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2-8やりました。最後はこの動きを倍の速さで入れます。1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8。これが今回のメニューの全体像になります。じゃあ Tips コーナーに移っていきたいと思います。どんな風に今回のメニューを意識した方がいいかっていうことだったりとか、あとはどんな効果を期待してこのメニューをこなしていくとこういうところが成長するよとかっていうことを意識するっていうことがすごく大事になります。一つ一つのポーズに対して少し体の筋肉の使い方みたいのを解説していきたいなと思います。まず足なんですけれども、この一番最初に立っているポージング、このノーマルスタンスのところですね。このノーマルスタンスのところでできるだけ体の芯を中心に集めてバランスがぶれないようにしたいので、体の内側にある筋肉、ここからここに内転筋、もものところ内転筋っていうんですけど、ここの内転筋を少し近づけるようにすると体がぶれづらくなります。この状態をできるだけキープするようにすると少し、体が安定するんですけど、デメリットとしては体が全部固まってしまうんですね。なのでできるだけこの内転筋、足は絞るんだけど上半身はリラックスしている。あとは膝を柔らかく使う。この両立ができるようになるっていうところがすごく大事なところになります。あとスタイルにもよるんですけど、つま先体重とかかと体重っていうのが2つあるんですけども、もちろん上級者になってくるとかかとですっごくうまくリズムを取る方とかもいらっしゃるんですけども、でもまずはつま先体重でやることをお勧めします。つま先の内側絞り。そうすると足の裏で言うとちょうどこの部分ですね。この前側の内側、ここに母子球っていう丸い骨があるんですけれども、この辺りを中心に地面を掴んでいくっていうバランスをとっていくといいと思います。そして、次ですね、今度は胸の筋肉のお話なんですけれども、胸の筋肉を使うために腹筋がすごい大事になってきます。腹筋やもちろん背筋も大事になってくるんですけど、まずは腹筋を意識してみてください。とにかく最初はお腹をへっこませる、へっこませる、へっこませるっていうことがすごく大事になります。へっこませると肋骨が自然に上がっていくんですね。この上がっていったところからさらに鎖骨を、さっきも言いましたけど鎖骨のところをぐっと上に上げていくように意識をしてみてください。そうすることによって腹筋でまずは体のバランスを確保して腰を痛めないようにした状態の中で胸を上げていくことができるので、結構先に胸から上げちゃう人がいるんですけど、胸を先に上げてしまうと腰に負担がものすごくかかってしまうので、まず腹筋のボディーベルトっていうんですかね、ここのところを、しっかりと固めた状態でさらに胸を上げ込んでいくっていうイメージにするといいと思います。そのためには背筋ですね。この辺の背筋の力も使うっていうことです。最後に腕の使い方なんですけれども、今回意図的に手はリラックスさせた状態でメニューを実施しています。なぜかというと、この後上級者になってくるとリズムを取りながら手をいろいろ動かしていくっていう動きが多用されていくんですね。その時に自分の癖で練習をばかりをしてしまうと、なかなかその次のステップの時に腕を使った動きっていうのができなくなってしまうので、まずは肩甲骨よりも先のところをリラックスできるだけさせるようにで意識して、バランスが崩れそうになったらふっと出すぐらいの感覚の方がいいと思います。つまり自分の意識は自分の体の中心線、そしてそこに集めるように筋肉を集めてくる、中に絞っていくっていうことだけ意識して、外についている手っていうのはできるだけ意識しないように今回のメニューを実施することをお勧めします。
さあ皆さんいかがだったでしょうか。自分がマスターできているかどうかの基準として解説動画で説明しているポージングをリズムを刻むたびに取れているかどうかというのは一つの基準になってきます。ご自身の踊っているところをビデオとかで撮ってみるといいかもしれません。そうすると次回から自分の改善点が参考になることいっぱい見えてくると思うので、ぜひ自分の動画を撮ることをお勧めします。特に自分の体の横側から撮影をするようにすると胸が縮まっているかな、アップになってるかなっていうところがしっかりと確認できるようになるので、これはぜひおすすめの練習方法です。またポージングがループしてしっかりと取れるようになってきているような状態になってきたら、このメニューを実施しながら簡単な会話とかおしゃべりとか、そして簡単な計算、足し算とか引き算で構わないんですけれども、そういうのを一緒に実施することをお勧めします。例えばインストラクターを目指したりする人の中では、実際に自分が動きを見せながら説明をするという2つの行動を同時にやらなければいけないシーンとかも出てきます。もちろんプロを目指していなくても人に伝える発信の技術を身につけられるというのもダンスのすごくいいところですし、脳の処理スピードを上げるということには本当に自分でも実感をして練習をしてきました。例えば僕なんかが実施していたのは、筋肉トレーニングやリズムトレーニングをやってる最中に友達と一緒に練習をしながら会話をしてみたりとか、付箋に簡単な足し算とか引き算、こういうのを書いて一つずつめくりながら頭の中で計算で答えを出していく、そんなことをやってました。こういうことは実際に僕のキャリアでもすごく有効に生きていて、体を動かしながら自分が説明をする、この2つのことを同時にする処理スピードっていうのがものすごく向上したのを実感しています。皆さんもいろいろ頭のことと体のこと2つ同時にやりながら自分のライフが豊かになるようにいろんな工夫をしながら練習をしてみてください。最後にすごく地味なんですけれども、コツコツやらないとこれってなかなかマスターできないので、ぜひ毎日1分2分この時間をとってコツコツと積み重ねていって自分に自信をつけていってほしいなというふうに思います。スペースアートダンス TV では皆さんが豊かなダンスライフを送れるようなコンテンツを制作していきたいと思っていますので、ぜひとも今後ともご視聴応援のほどよろしくお願いいたします。それでは今日はお疲れ様でした。